こんにちは。ゼロから行政書士第35回です。前回は時効の仕組みを学びました。今回から通権の分野に入っていきます。テーマは通権変動と対抗要件です。通権がいつどうやって移るのかを学びます。登記や認出しといった対抗要件が鍵になります。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、時権変動の仕組みです。図権は意思表示だけで移るという原則を学びます。二つ目は、対抗要件です。不動産は登記、動産は印出しが鍵になります。三つ目は、登記が必要となる相手の範囲です。第三者にあたる人と当たらない人を区別します。それでは早速始めましょう。はじめに、図権変動とは何かを確かめます。物権とは、物を直接支配する権利です。その代表が所有権です。物権には所有権の他に地上権などもあります。物権が発生したり、移ったり消えたりします。これらをまとめて図権変動と言います。一番の例は、売買による所有権の移転です。土地や建物が買主から買い主へ移る場面です。誰のものかが動く場面だとイメージしてください。次に、図権変動の原則を学びます。民法176条は、意思主義という考え方をとります。図権の変動は、意思表示だけで生じます。つまり、当事者が合意すれば、効力が生まれます。登記や印出しは、効力発生の条件ではありません。例えば、土地の売買契約が成立したとします。その時点で原則として所有権が今土に移ります。お金の支払いや登記を待つ必要はありません。この意思主義という原則をしっかり覚えておきましょう。ここで大切な区別を抑えます。意思表示だけで権利は当事者の間で移ります。しかし、それだけでは足りない場面があります。当事者以外の第三者に権利を主張する場面です。第三者に主張するには対抗要件が必要です。当事者とは買主と買い主のような契約の相手です。この主張することを対抗と言います。対抗要件がないと権利があっても主張できません。では、その対抗要件とは何かを見ていきます。まず、不動産の対抗要件です。不動産とは土地と建物のことです。民法177条がそのルールを定めています。不動産の物件変動は登記が対抗要件です。登記がなければ第三者に対抗できません。対抗できないとは相手に権利を主張できないことです。登記とは権利関係を大きに記録する仕組みです。法務局が管理する登記簿に記録されます。早く登記を備えた方が権利を主張できます。登記の大切さがわかる例を見ます。二重譲渡と呼ばれる場面です。買主が同じ土地を二人に売ったとします。が主の A と B のどちらが勝つのでしょうか。契約の速さでは決まりません。先に登記を備えた方が所有権を主張できます。たとえ B が後から買っても先に登記すれば勝ちます。だからこそ登記を急ぐことが大切なのです。次に177条の第三者の範囲を学びます。ここでの第三者は誰でも良いわけではありません。判例はその範囲を絞っています。登記がないことを主張する正当な利益があるものです。例えば、同じ不動産をめぐるもう一人の神主です。一方で、何の権利もないものは含まれません。不法に占拠しているだけのものも第三者ではありません。こうした相手には登記がなくても主張できます。では、事情を知る悪意者はどうでしょうか。
単に知っていただけの悪意者は第三者にあたります。つまり悪意者に対しても登記が必要です。第三者から外される人もいます。先進的悪意者と呼ばれる人です。生産的とは真偽に反するという意味です。ただ、事情を知っているだけでは足りません。登記がないことに乗じて相手を害する目的がある場合です。このような悪質なものは第三者から除かれます。先年的悪意者には登記がなくても対抗できます。単なる悪意者との違いをしっかり区別しましょう。ここで第三者の範囲を整理します。第三者にあたるのは正当な利益があるものです。もう一人の飼い主や賃借人などです。これらの相手には登記が必要です。一方、当たらないのは権利のないものです。無権利者や不法占拠者などです。先進的悪意者も第三者には当たりません。注意したいのは単なる悪意者の扱いです。単なる悪意者は第三者に当たります。続いて、動産の対抗要件を学びます。動産とは不動産以外のもののことです。自動車や家具などが動産です。民法178条がそのルールを定めています。動産の10件変動は、イントシが対抗要件です。イントシがなければ、第三者に対抗できません。不動産の登記にあたるのが、動産ではインタシです。このインダツシには、いくつかの方法があります。インタシの4つの方法を見ます。1つ目は、現実のインパシです。実際に物を手渡す方法です。2つ目は、簡易のインバチジです。すでに物を持つ相手へ意思表示で移します。3つ目は、占有改定です。ビリ氏が引き続き預かる形で移す方法です。4つ目は、シズによる占有移転です。物を預かる第三者へシズして移す方法です。占有改定とシズによる占有移転は間違いやすい点です。ここで今日のクイズです。持つ権変動と対抗要件についての問題です。正しい内容はどれでしょうか？ A は登記をしないと効力が生じないという内容です。B は単なる悪意者には登記がなくても対抗できるという内容です。C は先進的悪意者には登記がなくても対抗できるという内容です。少し考えてみてください。正解は C です。特権変動は意思表示だけで効力が生じましたね。単なる悪意者は第三者にあたり登記が必要でしたね。今日のまとめです。物権変動は意思表示だけで生じました。これを意思主義と言いましたね。登記や印刷紙は効力の要件ではありません。第三者に主張するには対抗要件が必要でした。不動産は登記、動産は印刷が対抗要件でした。先案的悪意者は第三者から除かれましたね。単なる悪意者は第三者にあたることも抑えましょう。ここまで図権変動と対抗要件を学びました。物権の分野の入り口を押さえられました。次回は担保物件の代表を学びます。テーマは抵当権です。お金を借りるときの担保の仕組みです。不従性や法定地上権などがポイントになります。今日の対抗要件はしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。